化け物と化け物の共演どうなってるのと思ってる間に曲終わっちゃうからみんななんとかついてきてね。どうも歌い手研究部部長翔平です。普段は歌い手さんを応援する会社ファーストステップの経営とボイストレーナーをしています。今回はですねウォルピス・カーターさんのマッドエゴイストを取り上げていきたいと思います。マッドエゴイスト、歌い手としても活躍されているシルバーナさんの初となるオリジナルボカル楽曲ですね。もうね、とにかく曲調がかっこよくて、言葉のハマり方もね、中毒性抜群で、ボカロファンにはね、たまらない音源に仕上がってます。でさ、そんな楽曲をシルバーナさんとかねてから親交のあるウォルピス・カーターさんが歌ってるんだよ。そんなん最強に決まってんじゃんね。でさ、ウォルピス・カーターさんの固定コメントを見ると、作者にウォルピに歌ってほしいから最高音をハイ G シャープにしといたよって言われて、頭おかしいんかと思いながら録音しましたって書いてあるんだよ。さあ、このシルバーナさんからの挑戦状にウォルピス・カーターさんがどのように受けて立ったのか、今回は歌い手研究部のみんなと一緒に聞いていきたいと思います。このようにこのチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないって方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。でね、僕のボイトレレッスンでも歌い手デビューコースを新設しているので、こちらも興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。では早速行ってみましょう。いくよ。特徴的なリフから楽曲はスタートしていきます。でね、最初は静かめなんだけど途中から一気にバンドインして、さらにね、リスナーをドキドキワクワクさせてから、ウォルピス・カーターさんがカットイン。いくよいくよ。さあ、ウォルピス・カーターさん、相変わらず繊細なのに力強い歌声。でね、A メロに入ったと同時に、ドゥッ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 バスドラのリズム主体の刻むようなパターンに変わっていくんだよね。だからまた全体的に音圧は少し下がるんだけど、楽曲の疾走感はね、失われてないんだよ。なんでかっていうと、ウォルピス・カーターさんが滑舌とアクセントをしっかり立たせて歌ってるからなんだよ。例えば、ここの特徴的な退場退場感情外、ここのフレーズ。滑舌とアクセントが弱いと、退場退場感情外。結構ね、ロペッとしちゃうんだけど、しっかり滑舌よくアクセントをつけて歌うと、退場退場感情外。歌によって疾走感というか勢いが足されるんだよね。そして途中からまた一気にバンドがインして、さらに加速感を増していく。この時点でもう期待感がすごいでしょ。なんだけど、シルバーナさん B メロでまた仕掛けてきます。行こう。タッタッタッタンタンタンタッタッタッタンタンタン。メロディーのリズムパターンが一気にトリッキーになるんだよ。で、リスナーに、うわ、なんか空気感変わったって思わせたかと思ったら、すぐにね、ジェットコースターのようにサビに行く。聞いて聞いて。かっけえ。どうよ、サビ超かっこよくない？だけど超高くない？未来ソースがかけたまま F5 のシャープだよ。だけどね、さすがウォルピス・カーターさん、全く動じません。ひるむどころかね、よりアクセントも際立たせてサビ感を演出してます。いや、マジで化け物と化け物の共演。マジでどうなってるのと思ってる間に曲終わっちゃうから、みんななんとかついてきてね。いくよ。でさ、このデレデレってってリフもさ、2番に差し掛かる頃にはめっちゃ脳裏に焼き付いてない？すごいよね。デレデレって
そうでさ、この MV のイラストもめちゃめちゃ独特じゃない？悪魔的というかさ、何度もドクロが登場したりさ。とにかくこの楽曲の世界観とバチバチに合ってるのは間違いないよね。やっぱりさ、この視覚、聴覚、どちらでも楽しめるのがボカロ楽曲のいいところだよね。止めまくってごめんね、先行こう。一番の流れを聞いてた感じでは、ここでさ、サビに行くはずじゃん。いや、みんなも初めて聞いた時、サビ来るぞーと思ったはず。なんだけど、サビには行かずに、あえて静かに落ち着いちゃうんだよね。で、ウォルピスカーターさんも、ふわーっとビブラートをかけて、音をね、徐々に落としていくんだよね。そう、シルバーナさんね、あえてここで一回、リスナーのね、サビ来るぞって期待をね、裏切るんだよ。でね、こっから先の構成も超かっこいいから聞いて。ね、どう？超面白くない？静かになったと思ったら一変してエレキギターのヘビーな力強いバッキングに移ってくんだよ。それで改めてリスナーの期待感を煽っておいてサビに行く。なんだけどね、シルバーナさんまだまだじらしてきます。確かにサビには行くんだけど、まだね、静かめな抑えたサビなんだよね。そう、こんな感じでリスナーをじらしにじらしといて、パワフルなサビが早く聞きたいってさせといて、クライマックスのサビ行こう。じらされにじらされた分、最後のサビめっちゃ気持ちよくなかった。で、最後の最後でこの楽曲の一番高いところ、G5 のシャープが出てくるんだよ。ごめん、俺がやったらただの悲鳴になっちゃうわ。このね、シルバーナさんからの挑戦状を受け取ったウォルピスカーターさん、最後までね、威風堂々力強く歌い上げます。最後にもう一回だけ言います。化け物と化け物の共演。さあ、いかがでしたでしょうか？シルバーナさん、相変わらずリスナーを散らすド S な楽曲構成でしたね。でもだからこそ最後のサビの開放感がすごくて、リスナーはね、感動させられるんだよね。ちょっとね、今回は楽曲のアレンジのお話が中心になって、歌詞だとかね、イラストについての考察がね、なかなかできなかったので、ぜひね、歌い手研究部の皆さん、本家、そしてウォルピスカーターさんの音源を直接聞きに行って、みんなの考察をね、コメント欄で教えてくれると嬉しいです。最後にシルバーナさん、ボカロ P デビューおめでとうございます。これからも素敵な作品を楽しみにしています。このようにこのチャンネルでは、大地さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないって方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。